こんばんは、まこも不動産モフです。今日はですね、アパートを買ってですね、満室にしましたっていうことで、実際にですね、どういうアパートを買って、どういうことをやってですね、満室にしたか、わかりやすく詳しく初心者に解説していきたいと思います。ですね、不動産投資やってみたい思う方結構いっぱいいらっしゃると思うんですけども、実際ね、じゃあどうやって満室に入居したらいいんだとかですね、買うときどうしたらいいんだ、具体的にわからない方結構多いですよね。そういった方のためにわかりやすくですね、不動産投資家の私が実際にどうやって買ったか詳しく解説していきたいと思います。ですね、今までですね、こう2つシリーズですね、ぶっちゃけアパート買ったらどうなのっていうのと、あと実際に買ってみたよ、収益計算したよとかですね、そういうのをですね、わかりやすく解説しているね、そのシリーズの続きですね、こっちの2つの動画事前見ていただくとね、よりわかるかもしれないんですけども、ちょっとおさらい的な面も含めてどうやって買ったのかとかですね、そこから解説していきたいと思います。2019年ですね、7月にアパート買いました。出会いはですね、メルマガでですね、非公開情報が来たので、どうだろうと思って、大体ね、ろくでもない情報が多いんですけども、たまにね、キラッと光るのがあるんですよね。それを見て、実際に木造で、築20年ですね。比較的ね、僕の中ではむちゃくちゃ新しいですけども、築20年って。もっとで築50年とか、結構古いの持ってたりとかしたので、それでですね、築20年新しいなっていうのと、利回りがですね、その資料だと 26% ってなってて、で、価格がですね、750万円のアパートでしたと。で、4部屋で、3室がですね、空室になっている。ちょっと前のやつだと1000万とか数字ぼやかしてたんですけど、これ750ですね、買った価格は。で、3部屋が空室になってるっていうので、結構ね、空いてるんですよ。だからなかなかね、そういうので価格がですね、結構ぐっと下がって、結構しかもね、地方だったりするので、人気がないエリアですね。で、結構安くて、どうだろうと思ってちょろっと調べたんですよね。需要、埋めれるかどうかとか、周りにね、こう、どれぐらいの価格で物件売られてるかとか、そういうの一通りパパッと調べて、もう全然いけるよと。もうこれ楽勝で、楽勝って全然いけるだろうっていうのを見たんで、そこでですね、もう買おうと思いましたと。で、やっぱ重要なのは、こう、周りでどれぐらいで物件売られてるかっていうのは結構重要で、これ例えば他の物件がね、300万とかで売られてたら、これ750むっちゃ高いですよね。でも逆に周りで1000万とか2000万ぐらいで同じようなの売ってたら、これむっちゃ安いってことになるんで、それで周りの物件に対してですね、どれぐらいの市場価格なのかっていうのとですね、あと家賃がちゃんとこの想定の利回り 26% 取れるかどうか、本当にね、空室埋められるのか、その辺をね、調べて、もう全然いけるということで、買いましたと。で、買うときはね、どうしたらいいかっていうと、これね、すごい簡単なんですよ。不動産屋さんに電話して、てるるるるって言って、とりあえずね、買いますくださいって言えばね、買えますんで、まず電話してね、くれって。それがね、すごい重要で、やっぱスピードが重要視してますと。でも、あとは実際に自分がですね、不動産投資家っていうか賃貸業の経験あって、実際にいろんな物件買ってて再生もしてるっていうのをですね、ちゃんと伝えてあげることで、冷やかしでもないしですね、実際にね、こう見て買わないよって人とかいたりすると、不動産屋さんの手間かかっちゃうんで、そういうのないようにしたいなっていうのが重要ですね。でも一応、念のためですね、現地一応見ましたと。さらっとね、見て、家から1時間半とか2時間ぐらいですね、かかりますね。遠いなと思って、遠くてもね、全然問題ないです。行けますんで。で、一応見た結果は特に問題なしで、じゃあもう買うねって言いました。で、どの辺見るかっていうと、これもね、他の動画で詳しく解説してるんですけども、僕は特に気にしてるのは、地盤の沈下とかですね。地盤沈下して、ちょっと埋まってたりとか、ちょっとこうなったりすると、むっちゃ金かかるんで直すのに。あと、傾いてたりとかするとですね。傾いても木造だったらジャッキアップとかね、こう傾いてたらこっち側をこう持ち上げるとかですね。あと、床をね、こうなんちゃってて床を平行にするとかいろんなテクニックあるんですけども、あんま、傾いてるの嫌だなと思ってたりとか、あと、雨漏りですね。天袋とか全部見て、あと、床下見てシロアリいないかどうかとか、そういうの見たりしますね。とにかく金かかるとこですね。別にこう、ちょっとぐらい汚れてようが、ちょっとぐらいこう、カビ生えてようが、壁紙どうなってようが、もうそれ表層さらっといけばさらっと治るんで、全然いけるんですけども、この辺ね、数百万単位で金かかる場合があるんで、そうなるとちょっとね、注意っていうんで、金かかるとこはすごい気にしますね。あとはもう全然問題なしということで、一応もう貸し担保免責っていうので、もう何があってもですね、僕の責任でね、自分で直しますと。OK っていうような感じで、もう貸し担保面積は、ちょっと初心者がいけない貸し担保面積で買うのはあんまお勧めしないんですけども、安く買うためにはね、こういう貸し担保面積みたいなのやるとですね、安く買いやすいですね。何が起こっても自己責任みたいな。その代わり自分で事前にチェックするし、それでチェックが不安だったらですね、インスペクターっていう方がいらっしゃるんで、そういうの連れて行ったりとか、大工さんにお願いしたりとかですね、そういうの全然ありだと思います。で、とりあえずね、現金でもらうから、もうとりあえずくれって言って、もう即決ですね。
まあ、750万ってね、安いんですよ、ぶっちゃけ。むちゃくちゃ安いんで、で、まあ、どう考えても負けないっていうのがあって、もう買いますっていうふうに言いましたと。で、まあ、そっから、一応、まあ、銀行の融資使えんだったらね、現金温存しておきたいんで、銀行に融資打診して、銀行行ってですね、まず電話して、正直に金貸してくださいと、言いますと。で、まあ、YouTuber です。って言って、金貸してって言ってね、ちょっとね、金借りてみたみたいな動画撮ってもいいのかもしれないですけども、っていうのはまあ実は冗談で、まあ、ちゃんとですね、不動産賃貸業をやっている、まあ大家ですと、不動産賃貸業の業者、法人で、融資をですね、出していただきたいんですけども、どうでしょうって、融資担当の方にちょっと繋いでいただけないでしょうかって電話してですね、これ飛び込みですね。飛び込みで行きましたね、電話して。で、まあ、課長さんを紹介していただいてですね、まあそこで融資を、事業計画をちゃんと計画立てて、まあ自分がどういう人がこういうことやってますよ、こういうビジネスやってますよ、こういう経歴ですよ、こういう物件直しましたよとか、そういう面談をちゃんとやってですね、で、まあお金を借りると。いうことで、実際は、物件費用プラス諸費用プラスリフォーム費用全部込みで850万ですね、借りて、まあ一応10年で 1.5% っていうのでですね、ちょっと預金担保っていうのを使って特殊なやつだったんですけども、まあでも10年で 1.5% で融資してもらったっていうことで、まあ一応1円も出さずにですね、不動産が買えたっていうことで、これでかいですよね。なので、まあ現金で買うよって言っておいて、まあ別に現金、融資つかなかったら現金出すんですけども、その間に融資つけておけば、全然それで買えるっていうのがあって、すごいいいです。とにかくまあ不動産屋さんね、融資をつかなかったら買わないよっていう風になっちゃうと、不動産屋さんね、全然無駄骨になっちゃうんで、で、750万円の販売した時のですね、不動産屋さんの手数料ってほんとビビたるものなので、なるべくやっぱこう手間かけさせないのが重要ですね。なんかごちゃごちゃ言って、まあそういう客にはやっぱこういう変な物件は流れてこないですね、きっと。で、じゃあまあ買ったらどうすんのっていうので、まあ買ったらですね、比較的簡単なんですけども、管理会社さん決めて、お願いするのがいいですね。まあ管理会社さん何やってるかっていうと、まあ物件の管理ですね。全体的に全部やってくれるんで、むちゃくちゃ楽ですね。家賃を回収してもらったりとか、退去したいよって連絡あったらですね、まあ立ち会ってくれたりとか、リフォームこれぐらいかかるよって見積もりとかですね、空室募集とか、あと賃貸契約結んでくれたりとか、あとトラブルですね。なんか隣がうるせえとかですね。なんか上がうるせえんだとかですね。ゴミがどうこうとか。まあそういうのを全部対応してくれると。大体ね、家賃の 5% ぐらいですね。むっちゃ安いんで、ここね、値切る人たまにいるんですけども、僕はあんまお勧めしないですね。やっぱこれ全然儲からないんで、ここね、むちゃくちゃ安いとこでやってきてるとこって大体人手不足だったりとかして管理がずさんになっちゃったりとかしちゃうんで、まあ 5% とか相場ぐらいで払ってますね。で、まあ、不動産投資家の先輩がですね、この辺付近に物件持たれてたんで、まあ、ちょっとお伺いしてですね、おすすめのとこちょっと聞いて、まあ、そこに決めましたね。で、まあ、サラリーマンはやっぱですね、物件管理依頼した方が絶対いいですね。おすすめです。はい。で、まあそこでですね、リフォームの相談すると。まあもう買ったんで、あとリフォームしましょうってことで、まあやっぱリフォームどこまでするかってね、やらなくてもあるんだったらやらなくてもいいし、なるべくね、金かけたくないと。地方ってお金かけてリフォームしてもやっぱ家賃あんま上がらないんですよね。なので、そういう需要があんまないので、できるだけリフォームしたくないんで、まあ管理会社の方にですね、空室どうしましょうかって、家賃どのぐらいにしますかねって、まあお伺いかけると。まあそしたら、まあ、このままでいいっすよ、みたいな感じで、このままでいいっすよって言われて、ちょっと掃除しておきますよ。多分埋まりますんで、みたいな。家賃こんぐらいで、みたいなこと言われたんで、まあ自分も一応調べておいて、家賃相場ね、このぐらいあったら埋まるだろうっていうところで、じゃあまあこれでお願いしますって言って、まあそれで、よろしくって言ってお願いしましたってことで、まあ今回ね、実はリフォーム費用、0円でしたってことで、なんていうかこう、1円もかからずですね、すべて何もかかってないっていうところがミソですね。で、まあ、クイズの募集かけるのはですね、まあ、その管理会社さんでもやってくれるし、まあ、自分でですね、複数の店舗に、募集かけたりとかするんで、まあ、仲介会社なんですね、ミニミニさんとかアパマンさんとかエイブルさん、日照さんとかですね、まあ、そのエリアにあると思うんですよね。で、僕の物件だと、これ地方でそんなに不動産屋さんないんで、もうあるところは全部かけますね。電話かけて、10社ぐらいですかね。10社ぐらいに電話をかけてよろしくねって。まあ東京とか数百社とか数千社あるんで、まあそれはね、ちょっと絞った方がいいと思うんですけども、地方であればもう一応賃貸、仲介やってるとこは全部かけちゃいますね。で、
まあ何を言うかっていうと、まあここにアパート買ったんで空室募集よろしくねって、まあ電話してですね、まあこんなフレンドリーな感じじゃないですけども、まあそういうノリ入れですよね。よろしくお願いいたします。空室募集してくだほしいんですけどもって言って、で、まあ条件は、これぐらいで、広告費ですね。決めてくれたらこれぐらいお金あげるよと。写真はまあこれ、Google ドライブ入れとくんでこれ使ってねっていうのと、あと現地に鍵を置いてキーボックスって南京錠みたいな中にこう、鍵入れておくんで、まあそれで中見れるから、見たかったらどうぞ見てくださいねって言って、まあなんかちょっとね、交渉とか、まあちょっと家賃下げてほしいとかね、そういうなんかあったら臨機応変に自分に電話ちょうだいね、みたいなことを言って、よろしくお願いしますって言って、まあ電話してですね、メール送って、まあそうやって募集かけるっていうのは重要ですね。まあね、結構ね、大家さんの顔が見えない、まあ僕一社も行ってないんですけども、今回。見えないとなかなかね、不安、向こうもね、結構大家って傲慢な人が多いんで、俺が貸しちゃってんだみたいな人が多いんで、まあそういうのでなくてね、お互い、ビジネスパートナーとしてですね、対等な立場として、まあ仕事を依頼するっていう形にして、で、まあしっかりですね、自分も不動産の経験があってっていうのは、まあちゃんと分かってもらえればですね、意外と向こうもですね、仕事、この大家さんは大丈夫だって思ってくれるんで、その後ね、結構紹介してくれたりとかするんで、まあ結構重要ですね。っていうので、まあ、入居者がですね、ちらほら決まり始めて、まあ、入居者が来たらですね、内見してくれるんで、まあ、それもですね、仲介会社さんとか管理会社さんが対応してくれるんで、僕はもう全然行かなくていいですと。だからまあ、電話かけただけですよね。で、まあ、外国人ですけれども入居決まりましたよって言って、ありがとうございますって言って、まあ、で、賃貸契約書って送られてくるんで、まあ、それで、契約見ますと。で、まあ、入居者の名前、まあ、外国人だからどんな人だろうなと言って見たら、なんとね、名前がね、アレキサンダーってね、かっこいいですよね。アレキサンダー大王なのかも。何人かすら僕はもうよくわからないですけども、もうでもまあ外国人でも僕はもう全然ですね、家賃保証が通って、まあ周りに迷惑かけないければ、もう何人でもいいし、生活保護だろうが何でも高齢者でも全然 OK してますね。まあやっぱこう、社会的弱者ですね、まあそういった方に入ってもらった方がですね、まあみんな幸せになるっていうのもあるし、まあそういう人って結構ずっと住んでくださるんで、なかなかね、そういった、行くとこない人に入ってもらってずっと長くいてもらった方が、まあトータル見で楽かなっていうのがあって、まあなるべく自分は家賃下げてですね、安くして、その代わりまあ最低限の設備にして入ってもらって長く住んでもらうっていう戦略が地方ではそういうことやってますね。都会はまたちょっと違うことやるんですけども。っていうような感じで、まあそんな感じでですね、入居はバンバン決まっていって、まあ8月にそのアレクサンダーさんが入ってくれて一部屋決まって、また11月にも一部屋決まって、で、また先月にも一部屋決まるっていうことで、まあですね、繁忙期でないのに満室になりました。まあ繁忙期ってね、ちょうどこれからですね、1、2、3ぐらいで2月3月ぐらいが一番ね、やっぱこう引っ越しシーズンみたいなことあって、一番こう出入りが激しいですけども、まあ繁忙期でないのに満室になったんで、まあこれね、なかなか難しいんですよね。もっと家賃上げれたんじゃないかみたいな話もあったりとかするんで、まあ家賃高くして、まあずっとね、もうちょっとこう工夫してあった方がいいのか、まあ家賃下げすぎてね、下げてパンと入った方がいいのかっていうね、これ結構ジレンマがありますよね。っていうところで結構まあそんな感じでですね、何やったかっていうとそんなことやりました。はい。で、まあじゃあぶっちゃけ儲かんのっていう話で、まあこれも前回さらっと出したんですけども、まあ大体750万で買って、まあ一部屋4万ぐらいとかですね。で、だいたい 15.1 万でしたね、仕上がりは。まあ、家賃ちょっと下げたんで、相場で少し下げたんで、まあ、15.1 万円にして、だいたい最初 26% とか言ってるのが、蓋開けてみると 24% ぐらいに収まりましたね。で、まあ、だいたいですね、850万ぐらいで、10年間 1.5% で借りれますんで、まあ、ざっくりこれで計算してみると。で、まあ、1円も使ってないですね。ただで手に入ったようなもんですね。で、まあ、こうやって、15.1 万円入ってきて、まあ、返済が8万円ぐらいなので、返済比率ってこの比はですね、だいたい 53% ぐらいですね。まあ、10年で返済比率 50% っていうのは結構ね、むちゃくちゃ返済比率低い方なんですけども、で、管理費1万とか固定資産税、電気代とか保険とか、まあ本当はね、浄化層とかいろいろあるんですけども、まあそういうの入れるとだいたいまあ月3万ちょっとぐらい残るかなぐらいの感じですね。なので、まあだいたい年間で40万とか、まあそれぐらい残って、キャッシュフローの比率って、この750万に対して何パーセント残るかっていう比はだいたい 5% とか 6% ぐらいですね。これで2、3% ぐらいで、合格ラインとか言われてるんで、まあ、結構、キャッシュフローも出るということですね。まあ、でもね、実際はね、いろいろ大義あったりとかね、広告費やなんだかんだ言って、こんな残んないんで、まあ、これはあくまで机上の空論ですね。まあ、売却したらどうなんのっていうのもあって、まあ、大体ね、利回り 15% ぐらいで多分売れるかなと思ってて、まあ、大体そうすると1200万ぐらいですね。
で、だいたい13%とかだったら1400万ぐらいで、これぐらいで売れればいいなっていうところで、付近の物件見ると、それぐらいで売れてるんで、これぐらいで売れるだろうっていうような、僕の見立てですね。ずっと持っててもいいしね、なかなか10年で返済してるんで、なかなか借金がものすごい勢いで減っていくんで、それはそれで持っててもいいかなっていうところですね。確実に利益は出るけど、ちょっとね、小さいからめんどくさいかなっていうようなイメージではありますね。で、新築ワンルームマンションどっちがいいかとかね、結構よく聞かれるんですけども、そこはですね、なかなか難しいところで、人の好みによりますね。大体今回のこのボロアパですね、地方のボロアパは750万円で、家賃15万円で利回り 24% ってことで、10年返済、10年間ですよ。10年間の返済で返済比率 53% ぐらいっていうことですね。で、一方、もし、家賃ね、15万円取るために、新築のワンルームマンションとかだと、多分利回り 5% ぐらいなんですよね。ってことはだいたい3600万ぐらいするんですよ。3600万円で、家賃15万円もらって、利回り 5% ですよってことで、諸経費入れると3800万ぐらいになるんで、それでですね、2% で30年で融資受けると、だいたい月14万ぐらい返さなきゃいけないんですよ。で、家賃が15万円で14万なので、返済比率的にはもう 92% っていうんで、ほぼですね、これはもう、マイナスですね。こっから管理費だとか、ワンルームマンションの場合って中のね、管理費があったりとか、修繕費、積み立て費があったりとかですね。ここにも固定資産税とかなんだかんだやると絶対マイナスになるってことで、それがね、30年続くんですよね。だからどっちがいいかですよね。このボロアパーで地方で、入れば絶対こっちの方がいいんですけども、その30年間、お金出し続けて、それでね、築30年のワンルームマンション残って、それが、得かどうかってことですね。そう考えるとあんまり僕はお勧めしないですね。っていうので、詳細はですね、詳細欄貼っときますけども、新築ワンルームマンションをお勧めしない理由っていうのを書いてます。不動産投資ね、やっぱ素晴らしいですよね。結構安く買えれば楽で安定的にお金が入るので、自分はすごいですね、不動産投資やってよかったなって思うし、これからもですね、いい物件合えば、買っていきたいなと思ってます。で、やっぱ問題ある物件ですね。今回で言えば、半分以上空いててガラ空きの物件ですね。そういうのを、安く買って安く再生するっていうのがですね、この不動産賃貸業のコツで、綺麗に仕上がった新築ワンルームマンションとか、もう仕上がったピカピカなやつを買って、それでボロ儲けできるかっていうと多分ボロ儲けできないんで、やっぱゴミじゃないけど、ゴミっていうとあれなんですけども、あんまり、ダイヤの原石を見つけてですね、加工して磨きて商品に仕上げるような、そういうイメージに近いんですよね。そこの原石を常に探しているような感じで、どのレベルでね、物件買っていくかで、僕結構むちゃくちゃ、目線厳しいんであんまり買ってってないんですけども、そういう風にですね、人それぞれどのレベルで買うかっていうのは、戦略によるところなので一概に言えないですね。で、あとね、いいとこはね、満室になればやることないですね。ちょうど今年から満室だったんで、もう何もやることなくなったんで、あとは退去があるまではですね、何もすることないってむっちゃ楽ですね。あとはもう自動でやってくれると。税金は税理士さんがやってくれるし、管理は管理士がやってくれるということで、むちゃくちゃラッキーです。で、具体的に何やったかっていうと、一応現地にはね、2回行きましたね。買う前に1回と買った後に1回ですね。あと事業計画書作成して、銀行には2回行って、あと電話20回ぐらいしましたかね。あとメール20通ぐらいですね。ちょっと若干めんどくさくはあるんですけども、でもこれだけですよね。作業量的に言えばそれぐらいしかやってないんで、それで満室になってですね、あとは、その管理会社さんだとかですね、そういった方が、うまく運営してくださるってことで、むちゃくちゃ楽ですね。っていうね、不動産賃貸業、サラリーマンには結構おすすめですね。で、でもね、やっぱスキルは必要で、もう、すべて、常に言ってますけども、楽して儲かるっていうか、自然と金が湧いてくるようなものはないので、そういうものはないんでですね、やっぱなんならか、やっぱ参入障壁やって難しいし、スキルとかですね、努力、継続、やっぱ不動産に関しても同じく必要ですね。特に知識、経験を、あと現金ですね、金も結構持ってないといけなかったりとか、収入とかですね、決算書とかいろんなものがないといけないんで、障壁は高いですね。今日話した内容ね、むちゃくちゃさらっと話してますけども、実際にやるとなるとね、いろいろハードルがあったりとかわかんないこと絶対出てくると思うんで、やっぱこの辺知識とか経験とかですね、そういうの積んでいかないと、なかなか難しいところはあるんですね。で、何も分からずですね、言われるままですね、価格もわからないようになっちゃうと、はめられるんですね。これ常に言ってますけども、不動産はですね、僕もいろんな業界見てきましたけども、トップレベルでやばいですね。業者さんも違法なことを余裕で進めてくるんで、最近で言うとね、住宅ローン使って不動産投資買いましょうって未だにやってる方いらっしゃるんですけども、それで買っちゃ
うと、バレるとですね、一括返済求められたりするリスクがあるんで、それで自己破産コースとかですね、ちょっと前だとかぼちゃの馬車とかですね、駿河銀行とか、そういうね、あと、立てるとかですね、そういう超大手上場してるような企業もですね、そういうことをやってきたりとかしてるんで、本当にですね、注意が必要ですね。で、結構ですね、もふもふ不動産で、この不動産投資勉強して、不動産買いましたって人結構いてですね、どんな物件買ったのかわからないんですけども、きっといい物件買ったんだろうと僕は信じてますね。いろいろね、LINE アットとか連絡くれたりとか、YouTube のコメント欄とかもですね、やって買えましたとか、結構喜びの声を聞かれてるんで、なんか僕は売りつけてるわけでもなんでもないですけど、勝手に学んでいって買っていってくれてるっていうことで、ですね、このもふもふ不動産見てですね、不動産投資興味ある方はぜひ勉強してみてもらってもいいかなと思います。再生リストですね、不動産投資の入門コースと、あとは動画で不動産投資系の動画、1年前ぐらいにはね、むちゃくちゃ不動産投資系出してて、多分100本ぐらいは出してるんで、それ見てもらえればですね、かなりですね、詳しくなるし、税金の問題とかもですね、不動産投資の税金とか減価償却とか、再生リストとかいろいろやってるんで、一通り見てもらえるとですね、詳しく学べるはずです。あとブログでですね、不動産投資講座、これも詳細欄貼っときますけど、講座あるんで、これを全部見てもらえるとですね、ブログ。それもかなり深く勉強できると思いますし、あと本ですね、本僕お勧めしてて、僕も本で独学で読んでですね、100冊以上読んでいろいろ不動産投資独学で2014年に初めて買ったんで、そういう自分が役立った本とかをね、紹介してるんで、ぜひこれも読んでみてください。むちゃくちゃね、不動産投資家で本書いてる人の友達、むちゃくちゃいてですね、なかなか紹介するのがね、難しいですけども、でも、もう実際にね、初心者で、忖度なしですね、僕はもう初心者に勧めるのはこれだっていうのを出してるんで、おすすめの本ばっかりですね。あと最近ユーデミっていうところで、不動産投資の講座をですね、販売してて、ちょうどね、今600件、700人ぐらい今買っていただいてますね。で、これ200人以上がね、星 4.4 ってかなり高評価いただけてるんで、もしですね、具体的にこういう風にやりたいよって興味ある人は買ってみてもいいかもしれないです。今ちょっと、この詳細欄に貼ってるコードから限定でセールしてるんで、興味あれば見てみてもらってください。30日以内であれば、問答無用でこの、ベネッセがやってるユーデミっていうところだと返品できるんで、価値がないと思ったらね、返品してもらっていいんで、そういうのもね、興味あれば、深く勉強してみてください。ということで、久しぶりに不動産の話やったんですけども、アパートですね、1年に1棟ぐらいですかね、僕買ったりしてますね、細々と。で、ボロバパですね、築20年ぐらいのガラガラなやつを買って、一応 24% ぐらいですね、表面利回り再生しましたと。で、満室になればですね、やることないので、あとは自動運転ですよと。で、やっぱ楽して儲かることはないですね。知識が重要ですし、これ多分初心者の人にはお勧めできないような買い方なので、真似はしない方がいいかもしれないですね。これ、中上級者向けっていうか、本当お金持ってる人向けですね。10年であんまキャッシュフロー出ないんで、これやっちゃわない方がいいような気はするんですけど、こういう買い方もあるよってことでですね。で、最近だと新築アパート建てようとしたりとか、今融資同じ銀行で打診かけたりとかしていて、またですね、新築アパート建てたり、またいいのあったら買ってって、ちょいちょいですね、YouTube で紹介していこうかなと思ってます。で、しっかり勉強したい人はですね、ぜひ、勉強してみていただいて、よりですね、深く学んでもらえればなと思います。なかなかね、すぐは買えないんですけども、いい物件見つけてね、買って、そっからね、勉強してみたいなのがあれば、いいので、で、くれぐれも、絶対儲かる物件とか、この回に入れば絶対いい物件紹介しますよっていうのはないんで、そういうのにはハマらないでくださいっていうのが、僕からのお願いですね。本当はめられる人多いんで気をつけましょう。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。またですね、いつも、コメント、高評価ありがとうございます。引き続きですね、役に立ったら、コメントとかですね、あと、SNS とかシェアしていただけると嬉しいです。あとですね、Twitter で有益な情報発信してるんで、よかったらフォローしてください。あと、LINE アットでですね、不動産投資のチェックリストをプレゼントしてるんで、ぜひですね、詳細欄から登録してみてください。あと、メルマガで不動産投資講座やってるんで、そちらもね、ぜひ見てみてください。どうもありがとうございました。ウェイ。オフ。